ございます。いろはちゃん、やっはろこんにちは、一色さん。それで何をすればいいのかしら。ちょっとここの机とか並べ直さないといけないんですよ。あと書類の準備とか。ついでに私たち生徒会はその立ち会いというか適宜サポートみたいな感じです。はあ、なかなか長丁場になりそうだな。そうなんですよ。これも生徒会の仕事らしくて、ほんとガチで雑用ばっかなんですけど。いや、生徒会ってそういうもんだろ。聞いてないです。はあ、誰かさんが会長になれって言わなければな。鬱陶しいけど、そう言ってる割にちゃんとやってるじゃねえか。まあ仕事ですから。とりあえず椅子と机を移動させてパーテーションで個別ブースをざっくり6つ作ってください。先輩は重いものお願いしますね。わかった。じゃあまずは椅子から運んじゃおっか。そうね。悪い、助かったよ。会場設営に人手が欲しかったんだ。あ、別にいいよ。お疲れさん。ヒッキー、お疲れ。おう、俺たちの役目はだいたいこんなもんか。そうね。あとは生徒会の仕事になるわ。引ヶ谷くん、どうかしたの？さっきからキョロキョロしているようだけれど。誰か探してるの？いや、なんでもない。とっとと残り片付けて帰ろうぜ。そうだね。でさ、みんなはもう進路決めた？私立文系だな。即答？彼の取り柄は文系科目だけだから消去法なのじゃないかしら。おい、取り柄ってな。そっか。で、そういうお前は決まったのか？さあ、どうかしら。それで由比ヶ浜さんはもう進路は決めたのかしら。私将来のこと考えたくない。キャッハ姉さん。ゆきのちゃんも来てたんだ。よしよし、今日はお姉ちゃんがいろいろ相談に乗ってあげよう。みんな久しぶり。せっかくだからみんなも受けていきなよ。
ぐりもこう言ってるしさ、相談受けてったら引きが役。暇なんですね、大学生って。お金のある学業優秀な大学生なんてこんなもんよ。友達いないんですか？ヒキがそれ言うんだ。そうなの。だから仲良くしてくれるのがヒキガヤくんくらいしかいなくて。しかも乗っかっちゃうんだ。それは冗談として、大学なんて本当に選び方次第で暇にもなるし忙しくもなるもんよ。入ってからも履修の仕方で変わるしね。それでゆきのちゃんはどんな大学生になるの？姉さんに教える必要はないと思うけれど。私もお母さんに聞かれたの。こういう機会でもないとなかなか聞けないしね。ゆきのちゃんは大事なことは全然言わないんだもん。お姉ちゃん困っちゃう。あら、奇遇ね。私もどうでもいいことを言い募る姉に困っているの。それじゃあ私たち先に帰ってるね。ええ。じゃあねー、二人とも。これでいいのかな。こっちが口出してもいい話か微妙だからな。それはそうなんだけど。あ、やばっ。どうした？私、荷物教室じゃなくて部室だった。校門で待ち合わせでもいい？それなら一緒に帰らなくても。すぐ行くから待ってて。絶対待っててね。おい、そんなに慌てなくても。あ、八幡。おお、戸塚か。まだいたのか。うん、ちょうどテニス部終わったとこなんだ。八幡は？進路指導会の手伝いさせられてた。お疲れ様。大変だね。いや、別に大変ってほどのことじゃないけどな。ううん、八幡はいつもいろんな人に頼りにされてるからね。結構大変そう。けどすごく頑張ってる。あんまり頑張れてる気はしないな。頑張ってるよ。いろんな人に頼りにされてちゃんとそれに応えてる。僕も八幡に助けてもらったもん。俺は別に何もしてないよ。というか、何もできてないっていう方が正しいか。あのね、八幡。ん？八幡もさ、大変な時は僕に、誰かに頼っていいんだよ。戸塚。多分僕もまた八幡に頼っちゃう時があると思う。だから八幡も僕を頼ってね。そうしたらもっと胸を張って八幡と一緒にいられると思う。頼って、頼られるから一緒にいられる。そういうものなのか。うまく言えないんだけど、そうじゃなくて、そんな難しいことじゃないんだと思う。ただ僕はそうしたいんだ。そうやって近づきたいな。誰かとの距離が縮まるのって素敵なことだと思うんだ。距離が縮まるっていうのは、それはそれで問題がいろいろ出てくるもんじゃねえかな。それでも素敵なことだなって
僕は思うけど。そうか。そうだよ。そうかもな。そうだよ。お待たせおう。じゃあ帰ろっか。おう。かしこまるのもなんか変だよね。そうだろ。ヒッキー、先歩く？いや別にどっちでも。やっぱ夕方になると結構寒いね。おう。春菜さん、ユキノン捕まえてどうするつもりなんだろう。姉妹のじゃれ合いみたいなもんだ。ほっとくしかない。そんな和やかな雰囲気じゃなかったけどな。ま、物理的に拘束されてるわけじゃないから、本気で嫌なら雪の下もさすがに逃げられるだろう。そっか、そうだよね。あの二人なんか複雑そうだもんね。家族って言えば、お前んちはどうなんだ？うちは兄弟いないけど普通かな。ま、それが一番じゃねえの？そうかな。そうだろう。雪の下や葉山の家の話を聞いてると、自分だったら持つ気がしない。でも珍しいね、ヒッキーがそういうこと聞くの。いや、なんとなくな。そうだ、今度うち来る？は？別に変な意味じゃなくて、ヒッキー呼んだことなかったなーって
らユキナも一緒にさ。そうか。そのうちにの。雪の下のこと心配か？ちょっとね。なら後で軽くメールでもしてやりゃいいんじゃないか？そうだね。あいつメールとかしなさそうだけどな。でも送ったらちゃんと帰ってくるよ。めっちゃ短いけど。兄弟とか姉妹っつってもいろいろあるんだな。ヒッキーと小町ちゃんは仲いいもんね。そりゃあまあ俺がいい兄だからな。あははは。でもヒッキーがお兄ちゃんってどんな感じなんだろう。そりゃお前最高だぞ。基本的に何でも言うこと聞くからな。いや、それ奴隷じゃん。でも何でもか。ふん。しかしあの人も何考えてるかわからんな。そうだね。でもヒッキーはなんか妙に気に入られてない？からかわれてるだけだろう。ヒッキー、ああいうお姉さんタイプは好きなの？急になんだよ。なんとなく。ああいうタイプにはどちらかというと恐怖しかない。俺お兄ちゃんキャラだし。そっか、そうだよね。どこの兄弟とか姉妹もやっぱり喧嘩の一つくらいするんだろうな。ヒッキーのところも喧嘩とかするの？そりゃまそういう場合どうやって仲直りするの？ほぼ9割方俺が謝って終わる。そうなんだ。よ
よくわからんが、実際俺が悪い場合がほとんどらしいからな。ヒッキー、言ってることとは逆に顔がにやけてるよ。ユキノンは結局進路をどうするつもりなんだろう。さあな。冷たくない？いや、あいつ何でもできて成績もいいし、あんまり参考にならんだろう。そういうことじゃないんだけどな。ま、お前と雪の下の場合、進路なんかもともと関係ないんじゃないか。そっかな。進路がどうあれ、あいつからお前に疎遠になるような気はあまりしないんだが。そっか、そうだよね。ヒッキーも？俺もまあ、俺の方からはねえな。そっか。ねねえ、ヒッキー。え、どうした？やっぱなんでもない。え？なんでもないったらなんでもないの。そうだ、私帰りこっちだから。いや、お前。じゃあね。